はい、皆さんこんにちは。治療家の野々宮です。本日も皆さんの健康に役立つような情報をお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。もしこの動画がね、ご覧になられて参考になられたという方は、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日のお題はですね、外反母趾もしくは、足のこの部分に魚の目やタコができる方にぜひやっていただきたい、運動を教えたいと思います。今日ねお伝えする外反母趾の運動は、いわゆるタオルギャザーという動きをちょっと改良したものになるんですけども、実はねこの、足の指でこうタオルを引くような動きをタオルギャザーって言って、外反母趾の人によく、知られている体操になるんですけども、実はこれやり方を間違えると外反母趾をよりね症状を悪化させてしまうこともあったりします。ちょっとその辺もね解説しながら、ちょっと動作を工夫するだけで、悪化させる運動じゃなくって本当にその外反母趾に必要な足の横アーチを回復させるようなね運動に変わっていくので、その辺の違いをね是非ご理解していただいて、取り組んでいただけるとかなり効果が出てくると思います。それでは行きましょう。外反母趾や魚の目やタコが足の真ん中にできる方にぜひやっていただきたい、鍛えていただきたい筋肉っていうのはですね、これ足の骨格模型になるんですけども、足のこの辺り、このもうここが中足骨っていう骨ですね。でこっからが、指の骨になります。だけど指の骨の奥に実は足の甲の部分にこうやって中足骨っていう大きい長い骨がねあるんですけども、この骨にくっついている筋肉を鍛えたいんですね。でしかもこの指の間にある筋肉です。この指の間にある筋肉、足の内在筋っていう筋肉を、そこを刺激していきたいんですね。だけどこの指を曲げるような動きだと実は曲げる筋肉ってこっちまでつながってるんですね。それを鍛えたいんではなくって本当にこの横アーチを形成させるためにこの足をこうグッと締めていくような筋肉ですね。締めていくような筋肉。この筋肉を効果的に鍛えると、実際に外反母趾の痛みや変形の進行をですね軽減させることができるので、それをお伝えしていきたいなと思います。外反母趾の方に鍛えていただきたい筋肉っていうのはこの部分、足のこの部分の中にある筋肉を鍛えていただきたいんですね。でこれが一般的にやっているこのタオルギャザーっていう指を曲げる動きだとあまりその筋肉が実は鍛えられないんです。ちょっとした違いなんですけども、この指をぐーっと曲げていくタオルギャザーのやり方ではなくって、足の指は伸ばしたまんま寄せていくっていう動き。そうするとここの横アーチが作られるんですけど、この横アーチを作っている時にこの中の筋肉、ここの中の筋肉が働いてくれています。これが、ちょっと手でやると分かりやすいので皆さんも一緒にやっていただけるといいと思うんですけども、ももの上に手を置いていただいてですね、ここでグーをこうするような動きをしてみてください。
これがいわゆる一般的なタオルギャザーの動きになります。だけどこれやってる時に思ったよりこの手のひらの中側って疲れないですよね。だけど次は指を伸ばしたまんまですね。こういうふうに絞るような動きですね。絞るような動きをこのももの上でやってみてください。ももに押し付けながらこう絞るような動きで、これでこうグーってこう寄せてくると、この手の内側すごい使われてるのが分かりますよね。だけどこれを指を曲げるようにしてやると、さっき使われていたところは全然使われていないのがよくわかります。この横アーチを作る筋肉っていうのは、この指を曲げずにぐーっとこう絞り込んでくるような動きをすると鍛えられる筋肉なんですね。なのでタオルギャザーの動きを指を曲げてやるんではなくって、指を伸ばしてこのしっかりとここの横アーチを作るようなやり方に変えてあげるだけで全然効果が全く変わってきます。なのでそれを一緒にやっていきましょう。はい、じゃあ指のアーチを取り戻す体操を一緒にやっていきましょう。はい、足を閉じた状態でアーチを作るようにぎゅーっと寄せてきます。そう、この部分に丸みが出てくるようにぎゅーっと寄せてきます。指も開いたままにするんじゃなくて、指も寄せるように持ち上げてきます。ぎゅーっと、なるべく指もすぼめるように頑張ってみましょう。そのまんまぎゅーっとしたまんま10秒いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、もう一度いきますよ。はい。アーチを作るように丸めて、指をすぼめて、ぎゅーっとすぼめていきます。結構足のこの裏の部分がぎゅーっとなって結構辛くなってくると思います。はい、力入れたまんま、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。指がこう丸まらないように注意してくださいね。指の腹は床につけたまんまです。ここの関節がね、第一関節が柔らかい人はこう反対側に反ってしまったりするんですけど、それは問題ないです。指の腹がしっかり床についているようにすぼめてきます。ぎゅーっとすぼめて、はい、横アーチの部分に丸みが出るようにぎゅーっとすぼめます。はい、そのまま1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。結構単純な運動ですけど、ものすごくこの裏に効いてきますよね。特に外反母趾とか横アーチが弱い人はこれやってるだけで結構もう足の裏すごい筋肉が疲れちゃうと思います。それだけ、そこの筋肉が弱っているということになります。あと2回頑張っていきましょう。はい、指の腹はつけたままです。はい、横足作るようにぎゅーっと足をすぼめてきてください。余裕のある人はそのまんま床を押すように、指の腹で床を押すようにぎゅーっと指をすぼめながら床を押してみてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、もう一度いきます。はい、指すぼめて、
はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。結構ね、地味な動きのエクササイズなんですけども、やってみていかがだったでしょうか。結構きつかったと思われる方が多かったんではないでしょうか。実際にねこれしっかりと筋肉に効いてると割とこの地味な動きなんですけども結構きついエクササイズになってきます。ちょっとね是非今エクササイズ終わったところなので一度、立ってみてください。最初にね立ってもらった時と、今立った時このなんとなくついた足の裏の感覚が、変わったっていう方が多いんではないでしょうか。足の内在筋がね働くことによって、見た目そんなに分からなくても足のアーチっていうのが割と機能する状態になってるんですね。でそうすると、足の裏の感覚であったりだとか重心の位置っていうのがちょっと変化が出たりとかします。なので、やり終わった後はやる前と比べてね足裏の感覚立った感覚っていうのが変わるかなと思います。ぜひこのね、エクササイズを、外反母趾とかですね、魚の目タコができやすい方っていうのは、ちょっとね続けていただいてやっていくと必ず変化が出てきますのでねぜひ頑張ってやってみてください。本日の動画いかがだったでしょうか。参考になった方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。今後もね皆さんのお役に立つような健康情報をお伝えしていきたいと思いますので、またぜひチャンネルを見に来てください。それでは失礼いたします。